一回ひっくり返していきます。トマトが入ります。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はカチャトラのパスタを作っていきます。はい、それでは今日は鶏肉とトマトを使ったパスタを作っていくんですけど、意外と鶏肉のパスタってないと思わないですか？日本とかもイタリアでもそんなに鶏のなんか代表的なパスタってあんまり思い浮かばないと思うんですけど、今日はですね、イタリア中部のトスカーナ州にある伝統料理のポロアラカッチャトーラ、鶏の漁師風煮込みとパスタを合わせたような最高のパスタをこれから早速作っていきます。はい、それでは今日はスーパーで買ってきたこの鶏もも肉の1枚ですね。これにまず最初にまんべんなく塩、鶏に対してまんべんなく塩をして、で裏側も塩します。でこの状態で最低10分ほどですね置いて、浸透圧でしっかり余分な水分を出して、それを拭き取っていくので10分ほどちょっと置いていきます。それでは今10分ほど経って鶏からこう水分が出て汗かいているような状態になったので、ここまで来たらしっかりとペーパーでこう余分な水分を抜くことによって、これだけでもう今美味しい状態が作れています。で水分を取ったらここで白胡椒をしといて、はい、この状態で火入れに入っていきます。はい、それではまずは最小限の少量のオリーブオイルを加えて、で火をつけて、で鶏肉をもも肉なのでまずは皮面を下にして、でしっかりと焼いていきます。で今日鶏肉僕下処理何にもやってないんですよね。いつも筋と油をしっかり取ってっていうことを必ずやるんですけど、今日は煮込みのパスタになっていくので、この後ですね鶏肉の身をほぐしていくから、その時に筋とかも全部取れるのでそのままで大丈夫です。でここから温度を上げていくんですけど、よりこう本格的がいいっていう方はローズマリーの香り一緒に入れると、より本格的なカッチャトーラって感じになります。はい、それでは今皮面をじっくり焼いていったんですけど、一回ひっくり返していきます。そうすると今この香ばしい焼き色がしっかりついている状態で、この基本的なカッチャトーラだったりとかラグーソースですね、煮込みのパスタっていうのは基本的にこの焼き色をつけることはその美味しさにつながるんで重要なんですけど、煮込んでいくので今日はカリカリにする必要は別にないんですね。なのでしっかり焼けてるんですけど、まだ白いところもあっていいっていうような状態です。で皮面が焼けたから一回これバットにあげます。でローズマリーも香りが出たので一回バットにあげて、でこのままこの鍋の中にですね鶏の油とオリーブオイル入っているので、ここで香味野菜入ります。で香味野菜入ったらまずはちょっと多めの塩してで炒めていきます。でここで今この野菜のこの水分に鶏肉のうまみをこうまとわせながら炒めていく。でこの香味野菜のことをイタリア語でソフリットっていうんですけど、トスカーナの料理はこのソフリットがだいたいベースで入ってくるんですけど、要はこれがうまみのベースの塊なんですよ。なのでこれはものによるんですけど、10分最低10分から15分ぐらい炒めたものを、ソースにしていくってやり方をしていくので、まずはしっかり炒めていきます。でこのベースのソフリットの中にこのローズマリーちょっと入れてもいいし、はい、それでは今10分ほど炒めたところなんですけど、ちょっと水分が抜けて色ついてきたぐらいですね。で今日はソフリットはもっと炒めるっていうシェフもたくさんいらっしゃるんですけど、今
今日はですね、僕結構軽めのソースを作っていきたいので、この10分ぐらいで止めて、でここにカチャトラですね、アンチョビのうまみ入ります。こうするとソフリットの今甘みがしっかり出ているところにアンチョビのうまみ、コクが入るので本当に美味しくなるので、ぜひアンチョビは入れてください。でソフリットのベースに今アンチョビ溶かしました。そしたら先ほど焼いた鶏肉加えます。でここにですね、鶏のもううまみの塊があるので必ずこれ入れてください。一緒に入れて、鶏肉が入ったらここで赤ワイン入ります。で今赤ワイン入ったところなんですけど、深みがあるようなソースがいいって方は赤ワインで、軽いライトな感じにしたいよって方は白ワイン、これで使い分けてください。でワインが入ったらまずは沸かしてアルコール分をしっかりと飛ばしていきます。はい、それでは今アルコール分が飛んできて軽く一煮立ちさせた状態です。でここにトマトが入ります。でトマトが入ったらあとは少量の塩を加えて、で蓋をしてこれでじっくりと、20分ぐらいですね、20分ぐらい加熱していきます。で今鶏のラグー煮込んでるところなんですけど、皆さんイタリア料理って必ずニンニクが入るイメージないですか？実はイタリアに行くとそうなんですけど、ニンニクが入ってない料理も意外と結構多めにあるんですよ。だからニンニクを入れたい方は全然いつも通り入れていただいてもいいんですけど、今日僕は気分っていうのもあるんですけど、ちょっと軽やかに仕上げたかったからニンニクを入れてないんですけど、でもニンニクを入れない場合はやっぱりソフリットの野菜の風味だったりとかフレッシュのローズマリーが入るから香りがしっかり出るじゃないですか。だからニンニクが入んなくてもすごく美味しいっていうようなソースにはなります。今日は赤ワインの次にホールトマトを入れたんですけど、煮込み料理の場合はホールトマトを使うのが結構理にかなっていて、僕いつも動画の中ではパスタ対ポモドロトマトピュレっていうのを結構推奨しているんですけど、あれは通常のパスタソース、トマトソースとかを作る場合にもうすでにトマトが煮詰まって酸味が少ないからおすすめして美味しいよねっていう意味でおすすめしてるんですけど、煮込み料理っていうのはとにかく水分量が必要で、これから最低でも20分25分、鶏だったらなんですけど煮込んでいかなきゃいけないから水分が必要だから、ホールトマト、ホールのもの、水分が含んでいるもので煮込んでいくっていうのが今日の煮込み料理です。はい、それでは今20分煮込んだところですね。そしたら20分経ったらだいぶもうお肉も柔らかくなっている状態なので、このお肉を一回ボウルに上げて身をほぐしていきます。では今この煮た鶏をですねほぐしていきます。でちょっと熱いのでこうフォークとかを使って身をこうほぐして、で今ほぐしたこの鶏肉、これをソースに戻します。戻してあとはもうなじませるだけですね。そうすると完全にもう美味しそうなラグーソースが完成しました。であとはこのソースをベースにパスタを作っていきます。ではパスタを茹でていきます。で今日はやっぱりラグーソースでしっかり力強いソースなので、太麺のスパゲッティかあとはタリアテッレとかがすごくおすすめですね。あとはこの作りたてのラグーソースを加えて、で少量のこの茹で汁ちょっと伸ばしておくと、もうこれで今ラグーのパスタのソースですね。で今日のこのカチャトラはかなり基本的な感じで余計なもの入れてないんですよね。でニンニクが入ってなかったりとか、カチャトラってここにオリーブが入ったりするんですけど、この基本的な煮込みを作ってるので、ニンニクのパンチが欲しい方は最初ニンニクオイルやってそれでソース加えてもいいし、本当にいろんな応用が効くようなソースになってます。はい、それでは麺が良かったので合わせていきます。
はい、それではいい感じに麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。はい、これでカチャトラのラグーパスタ完成です。はい、いただきます。皆さん、これはもうちょっと美味しすぎて何も言えないですね。最高です。美味しい。今日はですね、本ワインのボリューム8の中に入っているフランス・プロバンス地方のロゼワインとこの鶏肉とトマトの相性で合わせてるんですけど、すごく美味しいですね。はい、ごちそうさまです。このラグソースなんですけど、余ったら個別にして冷凍しておけばとても便利で最高に美味しいパスタになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。